うちの事業としては44億を初期投資として。44億。はい。本日も松井味噌グループの松井社長にお話を伺ってまいります。本日もどうぞよろしくお願いいよろしくおたします。願いします。人生哲学についても発酵人ってここまで深いというところで学んでいただければと思います。私は2勝1敗でいきたいと。私の事業で1敗すると大体数千万会社は損するわけです。たくさん作って一生懸命このやつ売り出すよってやったけど全然売れずに在庫の絵になったとか、はい。この事業分野出ていくよって言って機械買ったけど結局ろくに稼働もせず倉庫に行っちゃったとか、やっぱり数千万単位で損が出てしまうんです。私が買収した会社でこういうのやってみたいんだけどって言うと、結局社長がやってるのは失敗続きだからそんなんやらない方がいいって言われたりするんですよ。はい、確かにそうですよって。でも多分君は一回も失敗したことないでしょって、はい、何にもチャレンジしてないからね。2勝1敗なんとか続けてきてるから毎年少しずつ会社が大きくなって、はい、結果的に自分の今所属してる会社も傾いた時俺買ったんだよ。チャレンジしないとそういうことはできないんだ。やっぱりいっぱいを恐れない。全く未経験の分野、どんだけニッチな市場でもいいから、ここの分野だったら一番になれるんじゃないっていう分野を探して、はい、まあ最終的に2位3位かも知れないけども、はい、そういう分野だったらある程度の競争力を持って生きていける。そういう分野に積極的にチャレンジしていってます。そうやってその2勝1敗の確率を上げていくようにされている。そうですね。私が味噌が素業でありながらやっぱり発酵に対して非常に興味を持ってて、ウイスキー事業に参入しております。ただ、はい、よくみんなに言われるのはウイスキーって今流行りだもんねとか、でも事業です、ウイスキーをそういうふうにかっこいいよねとか将来性あるんじゃない、今儲かるんじゃない、これは道楽です。だから必ずこれ事業として採算取れるかどうか、10億円放り込んだら10億1円目の回収からがビジネスの開始。だから自分のビジネスを決して道楽にしないっていう気持ちで、はい、このウイスキーに非常に強い気持ちで取り組んでいます。今回のうちの事業としては44億を初期投資して44億、はい、なかなかな金額ですね。私としても結構大口な投資だと思います。はい、皆さんに言われるのは、はい、今中国でそんな工場を作って大丈夫なのって言われます。そういう意味では私は中国だからこそチャレンジしていると。日本ではしないです。なぜ中国でチャレンジして日本ではしないんですか？皆さんにすごく言われることは、当然35年前もやめときなよ、絶対困るよって。で、今35年って工場増え続けてもう十分成功したんでしょって、早く撤退した方がお金持って帰った方がいいよ、毎年言われ続けます。未だにですか？ずっと言われます。だって結局ロシアでもいろんなことがトラブルがあった上で、今マクドナルドとかトヨタさんとか工場を接収されて現地の資産を奪われてるわけですよね。はい、中国も必ず最後は取るよっていう皆さん言われます。はい、これは実は私も本当は怖い。平気だよって表面やってるけどそんなことないです。やっぱりすごい怖い。可能性として1割あると思います。でも1割ですね。例えばトコさんも今リボルバー持って、ね、10個に1個だけよって言って引き金引けますか？怖いです。ね、10回に1回は死んじゃうんですよ。はい、怖いです。だから10分の1だから、日本の人はこの1回の引き金は絶対怖くて引けないんですよ。はい、少なくとも中国事業とか海外事業何百年続いた祖先には申し訳ないけど私が作ったもので、全て失っても文句言わせないですね。実はこの10分の1のリボルバーよりもっと危険な国があるんですよ。はい、どこかというと日本です。なぜかというと、はい、父が死ぬたびに、私が死ぬたびに相続税が 55% かかるんです。必ず私は死が来ます。子供が 55%。だから日本で酒屋さん、醤油屋さん、店屋さんが廃業が相次ぐのは、はい、工場はあるし固定資産もあるけどキャッシュがないんですよ。はい、だから最終的に廃業に追い込まれるんですよね。はい、支払うために売却をしないといけない。売却しなくちゃいけないですね。結局売却して味噌の工場半分物納できないでしょうね。その時点でできない。だから、はい、廃業するしかないんですよ。100年経ったら 3,4 世代変わるだろう。その度に 55% 取られていくんだ。だから今から皆さん頑張ってる会社やってるけど最終的には全部国に接収されますから。今ウイスキー事業に取り組んでいらっしゃって、はい、いかがですか？今始められてどれくらいですか？最初の事業計画の表明からは、はい、すでに7年が経ってます。
もうそんなに経ってらっしゃる。私自身は、中国で最初の認可を取りたかったですね。でも結局、私の個人の認識では3番目ぐらいに取れたのかな。そこから建築に入る段階でコロナ来ちゃって作れなくなります。なので、一応今の段階でブランデーとジン、飲む日本酒じゃなくて、料理酒と酒粕を作ってます。その中でウイスキーの準備をしながら、でも最初から何十億もかかるんですよ。何十億もかかったけど、やっぱりダメだよねって言ったら、うちを倒産しちゃいますから、だから数千万かけてテストラインで合格いただいて、今テストラインで作ってます。で、それでも数千万かかるんですけど、10億単位の工場で設備投資をしながら工場を作っていってるんで、それらがフル稼働が今年の年末ぐらいですね。テストラインからすると100倍以上の生産規模なんで。本格プラントになって製品がすぐできるんですか？日本のウイスキー基準、スコットランドの、スコッチですね、ウイスキー基準は3年寝かせないと売っちゃいけないってことになってますね。で36ヶ月、バーボンは24ヶ月です。2年です。でも私はスコッチ式のやつをやるので、基本的には3年です。36ヶ月。ただ、ちょっとサントリーさんの例を引くと、3年経ってできるのは、レッド、ホワイトです。5年で各、6年でオールド、7年でリザーブ、8年でロイヤル、で、10年経ってようやく山崎になる、白州になるっていうイメージです。10年経って私としては、松井の名前を冠してやれるウイスキーができるんだろうと思ってます。ようやくですね。まださらに先10年あるわけですね。10年もの、12年ものが一応、飲めたら人生としてはうまく成功かなという一つの目標ですね。なかなか壮大な新しいチャレンジですね。投資するお金が40億から50億ぐらいの間、初期だけで相当最初だいぶお金を使われないとダメっていうことですね。そうですね。それも今回の工場っていうのは私にとってはテストプラントです。これはいいウイスキーになるよっていう確信が持った時には、今のその工場のさらに10倍近くの工場を作って勝負したいなと思う。その時は基本的には上場を狙う。お金が数百億いるのかなっていうのが非上場でありたいけども、仕方ないので上場も選択肢っていう考え方です。松井社長、本当にいろいろ教えていただきましてありがとうございました。これで松井社長との対談は終了となりますが、継続的にお話伺っていければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ぜひ中国のウイスキー工場見ていただくの結構楽しいと思うんですよね。ぜひ次回機会がありましたら、タコさんを中国にお迎えしてウイスキー工場をご案内したいなというふうに思っております。誠にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。